く。行って。一平が。いいから行ってよ。残酷なお嬢さんだ。二人っきりのドライブって素敵。帰ったらいっぺんにビラえるぞ。帰らないもん。え？帰らないわよ、私。永久に？そう。あなたと私だけの世界へ。結構ですね。電話のないところ、締め切りのないところ、交通地獄のないところ。借金取りのいないところ。それならバーのないところね。ごちゃごちゃ人間なんか全然いないところ。要するにこの息の詰まりそうな世の中よ。さようならだわ。よーし、こうなりゃ月だろうが星だろうが突っ走るぞ。お、ひき逃げだよ。まったくひどいやつがいるもんだ。死んじゃってるの？うん？手を貸してくれ。生きてる。酔っ払いよこの人。バカにしてるわ。でも僕たちが通りかからなかったら案外引かれたかもしれないぜ。おかげでいい迷惑だわ。せっかくの休暇だっていうのに。仕方がないさ。先生のとこひとまず運び込もう。こんなことになるんだったら電車で行けばよかったわ。どうしました？電車がどうかしましたの？開けてくれ！開けてくれ！下ろしてくれ！だって下ろしてくれ！降りるんだ！降りるんだ！危ない！開けてくれ！危ないですよ！危ないですよ！開けてくれ！開けてくれ！開けろ！ドア開けろ！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 ドア開けろ！開けてくれ！俺は降りるんだ！開けてくれ！俺は降りるんだ！ドア開けろ！降らしてくれ！降らしてくれ！ドア開けろ！
誠に恐れ入りますが、乗車券を拝見させていただきます。これは定期ですよ。定期じゃいけないんですか？切符はお持ちではありませんか？ちょっと待ってくださいよ。どうも酔っ払っちゃったらしいんでね、定期がないとすると僕はどこ行くつもりだったんだろう。いや、どうも近頃は度忘れがひどくてね、さっきも変な夢を見ちゃうし、うなされていただ。無札乗車ですね。いや、しかし。こちらにいらしてください。君。友野さん、どうしましょう。無札がまた一人入ってましたよ。ご本人さえ承知なら僕たちは構わんですよ。どうせなら一人でも同志が多い方が心強いだろうしね。結構ですわ。いやこれは貸し切りだったんですか。そうとも言えますな。それはどうも失礼。少々悪酔いしましてね。いや、別に言われたのではありませんよ。ところでご旅行先は？いやね、ちょうど旅に出たいと考えていたところでしてね。どうも根が風来坊なもんで。いや、私はこれで。ご説明しましょう。ちょうどあなたみたいな飛び入りさんに説明しかけていたところです。そうでしたね。我々はこれから皆さんがいつも行きたいとおっしゃっていた世界に行くところなんです。この電車はたまたまその世界に飛び出すためのいわばジャンプ台に使ったわけですがね。あいにくと言っていいか、ちょうどいいと言っていいか、あなた方は迷い込まれたわけです。その別の世界とは一体。あなたがいつもおっしゃってるじゃありませんか。忙しくてどっかに行ってしまいたいとか、金利のない世界はないだろうか、派閥や政治的陰謀がこりごりで裸のまんまの国があったらなぁと。最近勤め先でうまくいってませんね。疲れすぎて何もかも煩わしく、奥さんやお嬢さんたちからも逃げ出したい。誰もいないところに、どっか遠いところに行ってしまいたい。そうでしたね。失礼ですが、あなたは SF 作家の友野健二先生でありませんか？うん。すると先生のこの本にある世界って本当にあるんですか？そうです。そんなバカな。いくら私が酔ってたからって変な冗談はやめたまえ。そんな子供話みたいな。それでは外をご覧なさい。今、時間と空間を超越したその世界に我々は入ってるわけです。あなた方の過去を突き抜けつつあるんです。部長トミコ開けてくれ。
くりして、ゆっくりして、よろしい。あなたはそのまま静かに静かに深く眠りなさい。そして目が覚めた時にはすべての扉は開くはずです。今の話本当なんでしょうか、先生。どうやら本当のようだね。私もこの男の話を聞いて確信を得ました。と言いますと？開けて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 お願い開けて開けて開けてお願い開けて開けて。あの二人の話を総合するとどうやら同じ電車に乗っていたようだね。しかし先生、それがもし本当だとしたら、どうしてあの二人はその電車から降りたんでしょうか？さあ、あの夫人は君たちが来るちょっと前に新幹線のトンネルで保線婦が発見して連れてきたんだが、君はあの男の言っていた友野健二の小説を読んだことがあるかね？ええ。人間喪失の謎めいた作品が多いようだが、君たちでも疲れた時などふっとどこかへ行きたいと思うことがあるだろう？ええ、確かに。純ちゃん、友野健二追いかけてみない？よし、休暇取り消しだ。先生、あの二人お願いします。じゃあ行こう。先生。友野先生にお目にかからせてください。どなた様で？新聞社のものですけど。あ、原稿のことでございますね。今朝着いたところでございますよ。どうぞ。原稿在中。日付は？昨日だわ。友野さん。はい。郵便ですよ。どうも。先生はご在宅ではありませんの？はあ、ご旅行中ですけど。どちらに？はあ、それが。いえ、決してご執筆のお邪魔はいたしませんから、宿の名前だけでも。はあ、それがおっしゃってもありませんので。わからないんですか？はい。じゃあお帰りのご予定は？はい。それが何しろあなた1年半ほど前にふらりとお出かけになったきりなんでございますよ。1年半？はい。でもお約束の原稿はこうしていつもちゃんと届きますし、時々お電話でお指図もございますんです。電話でですか？あ、もしもし、先生ですか？万丈目です。はあ、友野健二はですね、1年半ほど前から行方不明なんです。僕の推測では友野は実は今そのことで警視庁に呼ばれているんだよ。よかったら一緒に来ないか？うん、そっちで落ち合って結構だ。警視庁ですか？ええ、結構です。あ、それから沢村さんの様子はいかがですか？奥さんと連絡がついて迎えに来られてね。
本人は何も覚えていないし、奥さんも飲み過ぎか何かで世話になってるぐらいに思ってるんだ。どうも。いいとしてみっともないってありゃしたよ。正体もなく酔いつぶれて見も知らぬよそ様のうちに担ぎ込まれるな。私の夫でございますって頭を下げる私と稽古の身にもなってちょうだい。ああ恥ずかしいわ。あなた聞いてるの？何よその目つきは。私に何か言うことでもあるっていうの？私に落ち度でもあるっていうの？育児なしろくでなし、それでもあなたは男なの？私と稽古に対して夫らしく父らしく振る舞ったことは一度でもあって？ねえ、あってあって？おどおどして何か悪いことでもしたみたい。下を向いて怯えている。なぜなの？ほらまた目をそらす。まっすぐ私の顔が見られないの？下を向くのはやめなさいって言ってるでしょ。やめてやめてやめて。嫌いよ。お父さんもお母さんも嫌い。稽古お前大嫌い。これが夫婦なの？親子なの？お父さんだけが悪いんじゃないわ。お母さんも悪いのよ。もうおしまいだわ。何もかも。止めてくれ。あなた会社に行く。え？もう4時ですよ。はじめに申し上げますが、ただいまからの私の報告は絶対口外なさらないように皆さんにお願いしたいんですが、実はここに昨年10月城山署で起こった事件の現状フィルムがあります。たまたまその現場にいたアマチュアカメラマンのこの方が撮ったものです。じゃあ映写頼む。いまだにあの時の恐ろしさを忘れることはできません。全く不可解なままにこの事件は終わったんです。ところが本年3月、またしても金城線向田駅構内で始発の電車を引っ込み線から誘導していた職員の目の前で一車両が忽然として姿を消しているんです。ゆりちゃん、信じるかい？なるほど。この一連の事実とあの男女の奇妙な言動を考え合わせると。そうなんです。何か関係があると考えられるんです。当局も調査を続行するつもりですが、この事件の発表は時期尚早、いたずらに民心に不安を与えるものとして本日関係者においでいただき、一切事件の発表は差し控えていただきたいとお願いする次第です。何だと思ってるんだ。会社時刻になって出勤してくる社員がどこにある？なんだその目は。まるで金魚じゃないか。貴様酔ってるな。貴様の頭の中では太陽が逆さまに回ってんのか。あれは朝日ではない夕日だ。西も東も忘れやがって。これでも飲んで帰りたまえ。
どうしたの？お世話になりました。ねえ、どこに行く？どこでもとは今やなんだか言えない気分だな。ここは確かに私たちのいるここなんでしょうね。もちろんさ、電車に乗って姿を消されちゃかなわないからね。やめてそんな話。君も案外臆病なんだな。いつもその調子でいてくれると助かるんだけどな。まあ、いくらし。ああ、どうしたの？ファンベルトが切れちまったよ。万事休すね。さて、世田谷に参りまして、大田橋の交差点ですが、環状7号線の方も甲州街道の方もただいまは4方向300メートルぐらいつながっております。純ちゃん！なんだ思い出して。見て！上原街道は丸子橋の交差点で友の検事だ。上り下りが信号3回までです。誰かが投げ込んだんだわ。板橋の見ちゃいましょうよ。どうぞどうぞ、構いませんよ。なんか言った？ねえ、あなたの事務所行きましょう。よし。そこに一人の男がいた。いつからだろうか、彼はこの現実の世界から脱出したいと考えていた。その日も SF 小説愛好クラブなどという愚劣な集会に出て死ぬほど疲れていた。それに作家としての彼はスランプ状態にあったのは事実である。彼自身自分の書いている非現実の世界への逃避をいつも夢見ていたのだ。そしてその時、彼はこのエレベーターが途方もなく下降していったらどうだろうと考えた。彼自身の小説ではそんなストーリーが何編かあった。果てしなく下降していくエレベーターが到着したのは全くの別世界であるというように。こうして彼は念願の世界に入ったが、そこにはすでに多くの先住者がいて子供まで生まれていた。と言ってそれらの生活は決して今までの世界の延長でも模倣でもデフォルメでもなく、全く想像もつかぬ素晴らしいものであった。作家の友野健二はこうやって悠々小説を書いては特別の方法で元の世界に郵送することも可能であれば、特殊な短波を利用して電話などで連絡することも可能だったわけね。うん。あの女中の謎めいた言葉の意味がこれで分かったよ。連れてってくれ。俺も連れてってくれ。どこへでも連れてってくれ。皆さん、もしあなたの理解ある異性や温かいご家庭が終わりでしたら、夜の電車はくれぐれも気をつけてお乗りください。連れてってくれ。